こんにちは。春日井市議会議員の小島さゆりです。もう暑くなりましたね。今日は名古屋30度超えたということで、春日井は何度まで行ったか知りませんけれど、もう夏が目の前、こんな時期ですけれども、今日は3月議会の報告を行いたいと思います。なんで今頃3月議会やってね思われますよね。もうだいぶ4、5、2ヶ月経ってしまいました。なかなかね落ち着いて動画を撮ってる時間がなくて申し訳ありませんけど、今日はじゃあ3月議会でいっぱい議案が出ていましたけど、その中で私が反対した議案について、順次説明していきたいと思います。5月になりましてね、広報春日井の5月号というのが市民の皆様のところへ届いているかと思います。これですね。でもまだ全校配布になってないので、もしかしたらうちには来てないよという方も見えるかも分かりません。本当にね、早く全校配布してもらいたいですよね。これ大事な春日井市の情報を市民の皆様にお知らせするための冊子ですから、なぜ今までね全校配布じゃなかったのかって不思議でしょうがないんですけど、今年中には全校配布になりますので、それまでお待ちください。この広報春日井5月号の中にこういうですね、春日井市議会だよりという冊子が織り込まれております。今日はこれについて見ていきたいと思います。これのですね、4ページのところ、ここにですね、全会一致で決まった議案は別にして、そうじゃない議案について誰が賛成したのか、誰が反対したのかというのがもう一覧表になって一目瞭然になっています。ちょっとこれについて見ていきたいと思います。はい、これですね。4ページの下の方、議会等の評決結果という表の中ですね、ここにですね、賛成した人は丸、反対した人はペケで、表示されております。でここのですね、下の部分、評決結果の部分を拡大したものがこちらです。で私はですね、右から2つ目、向かい派のところ、右から2つ目のところに、私の欄があります。ちょっと私の欄のところだけ、色付けしてみました。反対したものはここにあるように全部で7つ反対しました。上から順番に行けばいいんでしょうけど、ちょっとどうしてもお伝えしたい、第24号議案と第25号議案を先に、ご説明したいと思います。まず第24号議案、こちらですね、今見えてると思いますけど、第24号議案、市長、副市長らの給料を引き上げる議案です。でここにあるようにですね、月給、現在じゃなくてですね、これ、もうこの議案通ってますので、現在というのは改定後、この改定される前ですね、前年度、改定以前は市長は107万2000円の月給でした。副市長は89万4000円。こういうようにですね、現在の月給を市長は110万3000円に引き上げよう、副市長は92万円に引き上げようという議案が第24号議案です。引き上げ率はそこの表にありますようにだいたい 2.9% ぐらいです。
サラリーマンでいうと 2.9% の賃上げということになりますね。で、ボーナス、期末手当ですけど、ボーナスは、現行というのは、これは議案が通る前ですから、以前は 3.4 ヶ月でした。これを 3.45 ヶ月に、アップしましょうという議案です。これも含まれています。ボーナスの月数まで上げるんですかと思っちゃいます。だって月給が上がるんですから、月数が一緒でもボーナスはその分上がるでしょう。それに加えて月数まで上げるんですかというのは正直な感想です。で、引き続き第25号議案。これは、私も含めた議員の給料を引き上げる議案です。議長、副議長、議員とありますけども、議長、副議長は置いといて、議員のところを見てもらいますと、改定前が53万6000円、月給53万6000円です。これを55万2000円にしようという、そういう議案ですね。これも大体、市長、副市長らと同じように、上昇率は 2.9% ぐらい、議員は 3%、賃上げ 3% ということになります。こちらもですね、ボーナスの月数も、引き上げて 3.4 ヶ月が 3.45 ヶ月になっています。月給が増えてるんだから、月数上げなくったってボーナスはその分上がるでしょうと思うんですけど、ボーナスの月数も、引き上げることになっておりまして、24号議案、25号議案ともに、通過しました。私は両方とも反対しました。まずですね、私の給料の給料明細をお見せします。これはね、去年の12月の給料明細ですから、条例改定前ですね、3月議会で条例が可決される以前の給料です。先ほどの表にありましたように、月給は53万6000円です。これは表の通りです。で、期末手当、冬のボーナスは、先ほどの表にはですね、金額載ってませんでした。月数で、改定前は 3.4 ヶ月。3.4 ヶ月は年間ですから、夏と冬に分ければ 1.7 ヶ月分ずつということになります。で、私が実際、去年の冬のボーナスとして受け取った額が、そこにある132万1240円です。さて、この132万1240円、どうやって計算されてるんでしょうか。じゃあですね、月給に 1.7 ヶ月分ちょっとかけてみましょう。ということで、計算してみました。53万6000円に 3.4 ヶ月の半分の 1.7 かけますと、91万1200円になります。あれ、実際に私がもらったのは、132万1240円です。合わないじゃないですか。計算すると91万1200円なのに、実際には132万1240円ももらってる。どうしてですか？もらいすぎじゃないですかと思って調べてみました。そうするとですね、こういう条例がありました。春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、こういう名前の条例がありました。この条例の第6条2項にですね、この黄色い部分ですね、議員報酬月額に100分の45を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額、この額に、ここは100分の172.5って書いてあります。1.725 ですけども、これは条例が通った後の改正後の数字ですから、改正前は100分の171.7を乗じて得た額に、どうのこうのと書いてあります。
だからこれはですね、報酬月額をただ単に 1.7 かけたんじゃないんですよ。ね。100分の45を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額というのに 1.7 かけてある。ということはですね、この100分の45を超えない範囲内で市長が自由に決めれるということです。で、仮に市長が100分の45ギリギリまで市長が決めたということを仮定して、はい、そういう計算してみました。月給の53万6千円に市長が決めた 1.45 かけて、それに、年間 3.4 ヶ月の半分 1.7 ヶ月掛け算してみました。そしたらなんと見事132万1240円になりました。すごいですよね。ただ単に月給に 1.7 かけただけじゃなくて、それに 1.45 倍しているという。私も実はですね、知りませんでした。この条例が出てくるまでね、真剣に、計算したことなかったんですよ。もらえるものはもらってきましょうということで、ただ給与明細見てこんだけ入ってるなと思っただけなので、ちゃんと計算してみたらこういうことになってました。でちょっと余談ですけど、年収は、月給の53万6千円の12ヶ月分と、それからボーナス、期末手当132万1240円の春夏2回分全部足すと907万4480円になります。この数字についてまた後でちょっと触れますね。さて、春日井市のホームページには議員報酬が公開されています。で、春日井市のホームページにはどのように書いてあるかと言いますと、じゃーん、こちらです。議員報酬。これは議案が通った後の改定された金額ですので、これにその改定前の金額を青い文字で追記したのがこちらです。議員が53万6千円で、期末手当は6月と12月に 1.7 ヶ月分ずつ、これだけしか書いてありません。ですから市民の皆さんはこのホームページに書いてあることを見たら53万6千円かける 1.7 ってやるでしょうね。そしたら市民の皆さんはさっき言いました、そうか、議員さんというのはボーナスは91万1200円もらってるんだと思っちゃいますよね。そう思いません。だってこのホームページに市長が定める 1.45 倍という数字はどこにも出てこないんですよ。ね、期末手当は 1.7 ヶ月分としか書いてないから、単純に計算したら91万1200円です。ところがどっかい、実際議員さんはさっき言いましたように132万1240円もらってる。これは詐欺じゃないですか。本当に市民からしたらですね、91万円ぐらいもらってるんだなと思ってたところが、実際は130万円以上もらってる。大嘘つきじゃないですか、春日井市。いい加減にしといてほしいですよね。ね、もらってる立場からちょっと言えないですけど、市民の皆さんから絶対そういうふうに思われると思いませんか？で、さらに、議員さんには政務活動費というのがあります。はい、こちらです。政務活動費というのは、月額3万円、これを1年間交付します。これはですね、自由に使えるお金じゃなくて、議員活動、あるいは調査研究とか研修とか、そういうところに使えるお金ですけど、
これが月額3万円、年間36万円、1人当たり用意されています。ただし、1年間通して余った分は返さなければいけません。私はこのお金は全然使ってません。全然じゃないです。0円じゃない、ちょっとは使いました。ほとんど使っておりません。これはいくら使ったか、これ公開されてますので、実はこの政務活動費とはって書いてあるところの下にですね、誰がいくら、誰がというか、会派ごとに書いてあるんですけど、いくら使っているかということが全部公表されておりますので、興味ある方は春日井市のホームページで政務活動費の収支状況と検索してもらってみてください。私はほとんど使っておりません。ね、だから年間、さっき言ったみたいです。さっきちょっと私がですね、年収を計算しましたけど、議員の年収は、さっきの132万1240円のボーナスも含めてですね、年収907万4480円あるんです。それにさらに政務活動費、もし全額使ったとしたら36万円加わって、943万4480円。こんなたくさんもらってるんですよ。ね。びっくり。ちょっと参考までにですね、日本人の平均年収っていうのを調べてみました。これMUFG、UFJ 銀行のホームページに載ってる表なんですけど、出典は国税庁の令和5年分民間給与実態統計調査というところから引っ張ってきてやるデータらしいんですけど、年齢層ごとに、男性女性と分けて金額が書いてあります。一番高いのが55歳から59歳の男性で年収712万円です。女性はこの年代だと330万円ってえらい違いで、これは男女の賃金格差の問題でちょっと今日とは別の問題ですので、これは置いておいて、一番たくさん給料をもらっている年齢層で712万円です。で、議員さんはそれをはるかに超える940万円ぐらい年間もらっていますということでございます。ですから、その分だけしっかり働かないと、春日井市に貢献しないと、ね、貢献しても貢献しなくても940万円ばかりが支払っておりますので、市民の皆さんがしっかりとチェックしてですね、ちゃんと働いているか感心していかなければいけないと思います。さて、それではですね、今は議員さんの話ですけど、じゃあ市長はどうですかというと、さっきの第24号議案の表、こちらですね、こちらから計算するわけですけど、条例が改定される前はこの表から月額は107万2000円です。で、議員と同じように、期末手当は年間で 3.4 ヶ月ですから、春と、夏と冬に分けて 1.7 ヶ月分ずつ。で、さっきの議員と同じように公表されてない、こっそりかけてある係数があるんではないかと思いますよね。なので、ここのクエスチョン部分がその公表してない隠れた係数になります。で、107万2000円にその係数かけて 1.7 かけたら一体いくらになるんでしょうかというお話です。で、先ほどのですね、議員さんの条例と同じように、市長を含める特別職の職員の給与に関する条例というのもありました。こちらです。春日井市特別職の職員の給与に関する条例。で、ここのですね、第4条3項にですね、先ほどの議会の給与に関する条例と同じように、
この黄色い部分ですね、給料月額に100分の25を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額及び給料月額に100分の20を超えない範囲で市長が定める割合を乗じた得た額の合計額とすると、これが、ボーナスを考える上での基礎になる金額になります。で、実際に市長がいくらもらってるか私は知りませんよ。給与明細見たこともないですから。でもここに書いてあるですね、100分の25を超えない。だから、最大で100分の25です。それからその下の100分の20を超えない範囲内。これも最大100分の20です。最大100分の25と100分の20という数字を使って計算するとですね、毎月の給料が107万2000円です。で、これに今言いました100分の25と100分の20、0.25 と 0.2 ですね。これを加えてみると、議員と同じように 1.45 になります。で、給与に 1.45 をかけて、それだけ、ボーナスの月数 1.7 をかけると、264万2480円です。これが夏のボーナス、冬のボーナスで支給されている金額となります。わかりませんよ。実際にもらっているかどうかはわかりません。計算上こうなります。で、この金額をもとにですね、年収を計算すると、給料が107万2000円の12ヶ月分、それからボーナスが264万2480円、これの夏と冬の2回分、じゃーん、合計すると1848万960円になります。こんだけ市長はもらっていると計算上はなります。何回もくどく言いますけど、実際はいくらもらってるか知りません。給与明細見たことありませんね。でもこのぐらいもらってるんでしょう、きっと。春日井市は皆さんご存知かどうか知りませんけど、福祉応援券の対象が削られました。今年度から。それから今年度から国民健康保険料がぐんと上がってきます。4年間かけて上がってきます。そうやってですね、あと母子料がなくなったとかですね、福祉が削られています。お金がないから削れるところから削っていきましょうということだと思いますけど、いろんなところで経費削減、それから市役所の会長時間、夜間の窓口、それから、お休みの日の窓口も縮小されました。どんどん経費が削られています。お金がないって言ってます。市長がはじめ、お金がない。財政なんだ。だから削れと。現場の課長さんにも、もう1万円からでもいいから削れと言われているということを、現場の人たちからぼやきを聞くこともあります。そんなような状況でお金がないという状況なんですけど、市長は年間1800万円もらってます。でこれはね、条例を変える前の金額で、3月議会で、しれっと給与改定の議案が通りました。私は反対しました。市長の給与の増額に反対したのは私だけです。で、議員の給料の増額に反対したのは私を含めて3人います。市民にね、我慢を強いているのに、自分たちの給料はしれっと上げるという、どういうことを春日井市の隣の市の市長は年間800万円でやってるんですよ。そういう市があるのに、
年間1800万円ももらって心が痛まないんですかと思ってしまいます。これが、24号議案と25号議案です。はい、ちょっと私の言いたいことは言わさせてもらいましたので、じゃあですね、先ほどの、市議会だよりのその評決結果の私の反対したところを上から順番に、ちょっと24号議案と25号議案に時間を費やしすぎましたので、残りは簡単に説明します。まず一番上、請願第1号です。で、請願第1号というのは、はい、こちらです。1番目、国民健康保険税の引き上げを中止してください。で、2番目、均等割の軽減措置を18歳まで拡充してください。3番目、国、県に国保税軽減の施策を強く要望してください。で、この3つなんですけど、1つ目のね、国民健康保険税の引き上げについては、実は市民の皆様はあまりご存じないかもしれませんけど、春日井市の国民健康保険税っていうのは今までずっとね、低く抑えられてきました。愛知県内の他の市町に比べると低く抑えられてきたんですね。ですけども、この国民健康保険という事業は赤字ですので、赤字の部分は税金から補填していたというような実態があります。でもうこれ以上ですね、低く抑えるのはやっていけないということで、他の愛知県内との市町と同じレベルに引き上げようというのがこれからですね、4年かけて同じレベルにしようというふうに、しております。ですから今まで低かったんですけど、それが当たり前だと思って、生活してこられた市民の方々にとっては、急激に値上げするんだというような、気持ちになると思いますけれども、そういうような意味でですね、なかなか愛知県内の他の市町と同じレベルにするんだというそういう建前がありますので、なかなかこれは値上げには反対しづらいというところがあります。だから残念ながらですね、引き上げを中止するのは難しいかなということで、この請願には反対の立場で、手は挙げませんでした。で、請願の2つ目、均等割の軽減措置を18歳まで拡充してください。で、これはどういうことかというとですね、はい、次のこの令和7年度国民健康保険税率という表がありますけど、国民健康保険の支払う金額っていうのはですね、ここにあるように3つの要素で決まってます。所得割と均等割と平等割で、所得割というのは所得の高い人ほどたくさん払ってくださいよねというそういう制度ですよね。それから均等割っていうのは1人いくら、赤ちゃんからお年寄りまで1人いくらっていうのが均等割です。で、3つ目の平等割というのは、これは1世帯あたりいくら、1人暮らしでも同じ金額、5人で暮らしていても1世帯だったら同じ金額、1世帯あたりいくらというのが平等割という、これを、計算して合計したのがそれぞれが支払う、保険料になります。で、この中の均等割についてですね、中2を見ていただきますと、現在未就学児、学校に行ってない、小学校1年未満のお子様については、5割でいいよというのが軽減ですよね、軽減措置です。で、この未就学児までの軽減措置を18歳まで引き上げてくださいというのが、請願項目の2つ目です。これは請願としては私は気持ち的には賛成です。それから3つ目、
国・県に国保税軽減の施策を強く要望してください。これもですね、国に要望する、県に要望するということですから、これもぜひやっていただきたいと思いますので、請願項目の2と3については気持ちは賛成ですけど、これ全体で一つの請願ですので、1番目についてちょっと賛成しかねるということで反対しました。はい、じゃあ次の議案に行きますね。次は第45号議案です。この第45号議案というのは、はい、こちらです。春日井市名誉市民に推挙しますというのが第45号議案です。誰を推挙するかというと、これ公表されている資料なんですけど、公表されている資料には、対象者の住所と生年月日、年齢が、黒塗りになっています。黒塗りってよくね、国から出てくる文書で黒塗りっていうのがあるんですけど、春日井市の資料で黒塗りっていうのは、初めて見ました。議員に配られている資料はちゃんと書いてあるんですけど、公表されている資料にはここは黒塗りになっています。で、氏名は伊藤太さんです。伊藤太さんって誰誰って、前の市長さんです。はい、ご存知の通り前の市長さんです。で、前の市長さんを春日井市の名誉市民に推挙しましょうというのが第45号議案です。それはね、たくさん春日井市に貢献されていると思いますよ。いっぱい貢献されているから、じゃあ名誉市民にしましょうというのが第45号議案なんですけど、市長さんですよ、元。ね、市長さんって春日井市に貢献するのが当たり前じゃないですか。そう思いません？なんかすごく違和感あるんですけど、元市長さんを名誉市民にするっていうのが。一般の市民の方がね、ものすごく春日井市に貢献したということであれば、その一般市民の方を名誉市民にしましょうというならわかるんですけど、元市長が春日井市に貢献しました。当たり前じゃないはい、次いきます。次は議員提出第1号議案です。これはですね、春日井市議会の中にいろんな委員会があります。いろんなと言ってもいろんなですね、いくつかあります。で、主な委員会は、はい、ここにありますように、この議案が通る前は、総務委員会、それから文教経済委員会、それから構成委員会、それから建設委員会、こういう委員会がありました。で、それぞれ担当している事項、ね、どういう事柄について担当するかということが決められていました。で、ここに書いてありますように、例えば総務委員会では企画経営部の所管に関することとか、DX 推進部の所管に関すること、そういうようなことを総務委員会で扱いますよ。それから文教経済委員会は市民生活部の所管に関する事項とか、生きがい創生部に関する事項を扱いますよというようなことが今まで決められていたんですけど、これを、新年度は変えようということで、文教経済委員会に属していた教育委員会に、属する事柄を構成委員会に持ってきましょう。で、構成委員会に属していた環境部の事柄を、建設委員会に持ってきましょうというような組み替えが行われたんですね。行われたんですねって一言みたいに言ってますけど、一言なんですよ。私ら無会派の人間はこういうことを決める会議に参加させてもらえないんですよね。私らが全く知らないところで、こういうのが決められてしまいます。で、文教経済委員会から教育委員会が抜けちゃいましたので、文教という言葉がふさわしくないということで、名前が市民経済委員会というふうに変わりました。それから構成委員会の中に教育委員会が入ってきましたから、これもですね、教育という言葉があった方がいいだろうということで、福祉教育委員会という名前に変わりました。
それから建設委員会の中に環境部が入ってきましたので、環境建設委員会という名前に変わりました。で、これらすべて私ら無会派の人間の知らないところで決まっております。で、きちんとした説明もないまま、こうやって、議案として提出されてきたというわけです。まずこういうやり方について私は賛成できません。で、その議論に参加できないのは、まだしもこういう説明もないってどういうことを説明ぐらいしてください。それから構成委員会に教育委員会が入ってきたっていうのはなんかね、すごいボリューム増えてるんですよね。だから福祉教育委員会っていうのは健康福祉部、健康に関することを、それから子ども未来部、だから小さいお子さんから、幼稚園から保育園ね、その保育園に入る前のお子さんも含めて、それからそこに教育委員会が入ってきたから、小学校、中学校のことも入ってくるということで、とっても大変だと思うんですよね。ちょっとボリュームが多すぎるんじゃないかなという気もします。そういう意味でもちょっと反対したいという意味で、委員提出第1号議案には反対いたしました。で、私はどこに入ってるかというと、もともと文教経済委員会に、もともとというか前年度ですね、去年、文教経済委員会に入っていましたので、そのまま引き続き名前が変わった市民経済委員会に属することになりました。ただ教育委員会についてはですね、もう携わることが委員会の中ではね、携わることができなくなったのが残念です。委員会以外のところでは教育委員会行っていろいろ物申したりですとかですね、質問したりというのは自由にできますから、引き続き教育委員会さんとも関係を持っていきたいと思っております。はい、次は議員提出第3号議案です。で、これは何かと言いますとですね、これも全国的な動きなんですけど、昔々私は知らないんですけど、私が議員になるずっと昔、議員年金というものがありました。で、議員年金というのはですね、もう廃止されて今はありませんけど、当時議員年金に入っていた方はまだご存命ですので、そういう方に対して税金で年金が払われているという実態があります。で、今は議員さん用の年金というのはなくなっています。で、そこでですね、全国的にですね、地方議員も厚生年金に入れるようにしようじゃないかというような議論が増えてまして、いろんな議会からですね、厚生年金へ議員が入れるようにしようという意見書が出ております。しかし私は反対です。これはですね、署名サイトを何でしたっけ、チェンジオーグ、ここでも地方議員の厚生年金に入ることの反対の署名というのが今行われていたのかな、しておりました。で、なぜ地方議員が厚生年金に入るのを反対するかというとですね、まず厚生年金っていうのは、例えば会社と社員、事業所と従業員、そういう関係の中で、その社員とか従業員が入る年金が厚生年金なわけですよ。ですから雇われた人ですよ。雇われた人が入る年金で、かつその年金の保険料はその雇われた人とその雇った人、企業とか事業主が折半半分ずつ負担して払いましょうということで厚生年金が成り立っています。では議員が厚生年金に入ったら誰と折半するの誰と折半するのということですよね。で、今想定されているのは地方自治体と議員が折半して
厚生年金の保険料を払いましょうということになってるんですけど、私たち議員は、例えば私は春日井市役所に雇われてるんですか？春日井市役所の就職試験を受けてで採用されたんですか？違いますよね。私は春日井市に雇われてるわけではありません。選挙で選ばれて議員をやってるわけです。で、誰に雇われてるわけでもありません。強いて言えば春日井市民に雇われているというふうに言えるかもしれませんけれど、市役所に雇われているわけではございません。ですから厚生年金に入って私と市役所で折半して保険料を払うっておかしいじゃないですか。ね、もしですよ、地方議員が厚生年金に入って、議員とその役所、春日井だったら市役所、町だったら町役場、あとは村役場、そういうところと折半して払うということになるとですね、地方自治体が払うお金というのは全国で200億円以上になるというふうに言われております。こんなに地方自治体が財政が逼迫しているというのに、また200億円もお金払うんですかね。ということですよ。地方議員はなんで厚生年金入らなきゃいけない？例えば自分で仕事をしている人ね、自分でどこにも雇われずに自分で仕事をしている、例えば商店のおかみさんだとか、それから一人親の方の人だとかさ、自分だけで仕事をやってる人っていうのはみんな個人事業主で、個人事業主は厚生年金入れないんですよ。だからそういう人たちは国民年金だけでやってるわけね。で、厚生年金入ってる人も年金の基礎部分は言ってみれば国民年金と同じですから、国民年金の上に厚生年金が乗っかってたくさん年金がもらえるということになってるんです。これがいわゆる2階建てと言われる年金ですよね。で、個人事業主の人たちは国民年金だけで、生きてるわけですよ。ね、じゃあ議員さんどうして国民年金だけでダメなの？議員さんなんて個人事業主でしょ。だって定年もないわけだし、ね、雇われてるんだったら定年あるでしょ。定年ある。大体私そもそも今71歳でも現役で議員やってますよ。普通だったら雇われてるんだったらもうとっくに定年過ぎてますよね。だから厚生年金入るっておかしいでしょ。雇われてるわけでもないのにね。個人事業主と一緒に国民年金だけで何が不満なんですかね。確かにね、国民年金だけでは老後は不安ですよね。私もずっと国民年金だけだった時期もあります。私も会社員やってた時期があるんで、一部厚生年金も入ってるんですけど、ずっと自営業をやってて、途中から会社にしましたけど、個人事業主だった時はずっと国民年金だけですよ。で、そうやってね、国民の中で国民年金だけで暮らしてる人いっぱいいるんですよ。皆さんね、将来不安持ってます。で、議員さんも国民年金だけで不安だと言うんでしたら、議員だけが厚生年金に入るんじゃなくて、国民年金でもちゃんと安心した老後を過ごせるように、国民年金というか年金制度自体を改革したらどうですかと思います。議員だけが厚生年金入って老後も安心だなんて、そんな安易なことやっていずにですね、国民年金だけで、老後が不安だったら年金制度を改革してくださいよ。お願いします。はい、これが議員提出第3号議案でございました。じゃあ最後、議員提出第4号議案。これはですね、
選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書ですよ。賛成する意見書だったらもう喜んで賛成しますけど、反対する意見書、選択的夫婦別姓制度に反対する意見書ですからね、これは反対しますよ。でちょっと理由を一つずつ見ていきます。まず理由の一つ目、夫婦別姓は必然的に親子別姓になり、どっちかとは同姓になりますけどね、別姓になる方もあります。親子別姓にもなるから、この福祉に反するというのが一つ目の理由。それから2番目、国民の多数が夫婦同姓を望んでいる。で3つ目、夫婦同姓の不利益は旧姓の通称使用法制化で救済すべき。要するに旧姓を通称として使用すればいいじゃないかって、前から言われていることですね。それから4つ目、子供家族のアイデンティティ、家族の一体感、絆が配慮されていない。それから5つ目、諸外国の氏制度は多様であり、夫婦同姓制度も多様性の一つだから夫婦同姓でいいんじゃないかという、これだけ5つの理由が並べられておりますけれど、まず一つ私が言いたいのはですね、日本ってまだまだみんな一緒じゃないと気が済まないのよね。みんな右向けって言うと、誰か左向いてる人がいたら、おいおいおい、左向けじゃないよ、右向くんだよって言って、みんなが右向かないといけない。だから、例えばこの2番ね、国民の多数が夫婦同姓を望んでいる。で、夫婦別姓を望んでいる人は少数だ。だから、あんたたちもみんな夫婦同姓にしなさい。みんな右向いてるんだからみんな右向きなさいって言ってるわけですよね。で、これがそもそもおかしいなと。少数意見を尊重しましょう。これは民主主義ですよって習いませんでしたか？多数決で決を取って全員それに従わせる。法律とかいう場合は別ですよ。そうじゃなくて、多数決で決を取って、多数派に少数派をみんな従わせるのが民主主義ですか？そもそも違うでしょ。少数の人の意見も尊重するのが民主主義でしょって、習いませんでしたかってお聞きしたいですね。で、その5番目はそうですよね。5番目。諸外国の氏制度は多様であり、夫婦同姓制度も多様性の一つだから、夫婦同姓にしましょうと言ってるんです。いや、それはいいですよ。夫婦同姓でもいいですよ。だから選択的って言ってるじゃないですか。選択的ですから、1番目もそうです。夫婦別姓になってこの福祉に反すると思ったら、夫婦同姓にすればいいんですよ。夫婦同姓がダメだと言ってるわけじゃない。国民の多数が夫婦同姓を望んでいるのは、それは認めますよ。それはアンケート取れば同姓の方がいいっていう人が多い。だから同姓の方がいいっていう人は同姓にすればいいじゃないですか。だから選択的なんですよ。だから5つ目も一緒ね。氏制度は多様ですから、夫婦同姓も多様性の一つですから、どうぞ夫婦同姓でいてくださいと思いますね。夫婦同姓、どうぞ選択的ですから、別姓にする必要はありませんから、同姓がいいと思ったら同姓にしてください。これが選択的夫婦別姓です。で、今触れなかった3つ目ですね。夫婦同姓の不利益は旧姓の通称使用を、法律で決めて救済したらどうか。これはね、昔から言われてるんですよ。旧姓を通称使用したら困ってる人みんな救われるでしょっていう、これは日本国内ではそうかもしれません。海外を相手にビジネスをしていない人が言うことです。海外を相手にしてビジネスをする、海外で活躍している人たち、こういう人たちの立場になったことがありますか？
日本だけで考えてちゃダメですよということです。でこれも一緒ですよね。日本国内でみんな通商使用すればうまくいくからみんなそれにしなさい。でも海外で活躍している、例えば通称と戸籍上の名前名字が違う人が入国審査でトラブルになってしまうとか、そういう事例もあるんですよ。そうやって困ったことがある人少数じゃないですか。だからみんなそんな人はほっといて全員通称使用にしましょう。でこれもね、少数派の切り捨て、これはダメ。民主主義ではありません。ね、だから通称使用でいいっていう人はそういう選択をしてください。だから選択的ですよって何回も言います。ね、それから4番目もそうです。夫婦同姓じゃないと家族の一体感がないですよっていう人、はい、そういう意見も尊重します。家族の絆がなくなっちゃいますよ。はい、その通りかもしれません。そういう家族もいるかもしれません。はい、ご意見尊重します。そういう人たちは夫婦同姓にしてください。選択的ですから、どうぞどうぞ夫婦同姓にしてください。だから選択的ですよ。ということで、この理由の1から5、全部選択的夫婦別姓制度の導入に反対する理由になっていません。ね、選択的じゃなくてですね、全員、日本国民は全員夫婦別姓にしなさいという、そういう制度であれば、この理由の1から5までは分かりますけど、そうじゃない。選択的なんですよ。夫婦同姓がいい人はどうぞ同姓にしてください。通称で暮らしたい人はどうぞ通称で、夫婦同姓にした上で通称で暮らしてください。選択的ですから、自由ですから。ね、そういうことです。ですから、この第4号議案には反対いたしました。はい、以上で3月議会の報告は終わります。もう長くなっちゃいましたね。1時間近くかかってしまいました。どうもすいません。3月議会のことを今までほったらかしにしておいて。で、3月議会で行った一般質問のことのお話もしたいんですけど、またこれは後日と言ってるとまたいつになってしまうか分かりませんけど、これに懲りずにまたお付き合いください。では、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では、またね。